はい、皆さんこんばんは。お疲れ夫婦の癒し旅と申します。今回は前回に引き続き、岩手県盛岡市を旅してきた模様をお届けします。いやー、前回はですね、岩手県盛岡市で奥さんと一緒に盛岡三大麺を1日で制覇しようという旅をですね、してきたんですけれども、はい、ちょっと振り返ると、こちらがぴょんぴょん社さんの盛岡冷麺ですね。いや、本当に美味しかったですね。ただですね、誘惑が多く、焼肉だったり、石焼きビビンバだったり、いやー、麺だけでなく色々食べちゃったんですよね。いや、今見ても本当に美味しそうですけれども、いや、そして、こちらがですね、じゃじゃ麺ですね。元祖と言われるパイロンさんのじゃじゃ麺です。いや、こちらも美味しかったんですが、1日で食べるとなるとですね、結構お腹いっぱいになっちゃって、なんと、残すはわんこそばというところで、奥さんが胃袋の限界で先に帰ってしまうという。ということでですね、今回は私一人残って旅してきた模様をお届けしたいと思います。どうぞですね、ご覧いただければと思います。ということで、私一人になったんですけれども、いや、雪がすごかったんですが、ちょっとまずはじめに謝らせていただくと、残すはわんこそばのみだったんですが、私、わんこそばには行きませんでした。ちょっと食べたいラーメンがどうしてもあってですね、あとちょっと一人旅が久しぶりだったのでちょっとテンション上がっちゃって、一応奥さんにも言ったんですけど、盛岡から花巻に向かってちょっとラーメンを食べに行くことにしました。で、4、50分ほど電車に乗りましてやってきたのがこちらの紫野駅さんですね。こちらが最寄り駅ということだったんですけど、ちょっとですね、雪がすごくて、この大量の雪を見てください。すごいですよね。ちょっとなかなか歩くのにも遠い距離だったので、ちょっと普段はあんま使わないんですけど、タクシーで移動することにしました。いや、歩いてもよかったんですけど、ちょっと売り切れちゃうんじゃないかってちょっと不安もあったりしたんで、いや、タクシーで移動したんですけど、なんとか着くことができまして、やってきたのがこちらです。元祖満州ニララーメンの栄屋本店さんです。いや、ここに来たかったんですよ。いや、もう昼時だったんで、やっぱ列できてましたね。タクシーで行ってよかったと思います。いや、この広い店内見てください。すごいですね。で、なんでここに来たかったかっていうとですね、楽天イーグルスの鈴木空選手が自身のスタジアムグルメにここを選んでいてですね、それで知ってたんで来たかったんですよ。で、店内にはサイン色紙たくさんありました。で、山川選手、外崎選手は富士大の出身で、富士大時代に鈴木選手も食べていたと。それでここを選んだんですね。で、はい、メニュー見ていきましょう。はい、もちろん満州ニララーメンがもう元祖、名物ですよ。で、ベースがですね、醤油、味噌、塩と選べました。ただ醤油が定番ということだったので、醤油を選びましたよ。いや、他のメニューもでも魅力的でした。で、ちょっと時間潰せるものを見つけまして、これが花巻地方の方言です。ちょっと例文が面白くてですね、仕事をしてきなさいとかですね、そんなん使うのかっていうのもあったりしたんですが、そんなことは置いといて、来ましたよ、来ましたよ。はい、満州ニララーメン来ました。私はですね、もうライス絶対これ食べた方がいいやつだと思ったんで、ライスとですね、満州ニララーメンの醤油ベース頼みました。いやー、今見ても美味しそう。この寒い体にもう染み渡るって見た目してますよね。で、これちょっと辛いスープに見えますけど、めちゃくちゃ辛くはなかったです。ただ、ちょっと気をつけてください。一口目、すすりまくってむせちゃいました。で、これニラと一緒に食べる麺、またこれ美味しいんですよね。細麺で。で、このニラがシンプルに美味しいです。で、紅生姜もついていてありがたかったですね。いや、マジで美味しかったです。めっちゃ美味しかったです。近くにある人は本当に羨ましい。車で、行ける距離にあるなら絶対行きたいと思いましたね。いや、もうあっという間に食べちゃいました。本当に来てよかったなと思いました。ちょっとわんこそば申し訳ないですけど。いやー、念願の満州ニララーメンがですね、めちゃくちゃ美味しかったので、もうテンション上がっちゃってですね、雪の中なんですけど、ちょっと歩いて次の目的地に向かうことにしました。本当はですね、電車とか車で行くのが一番いいとは思うんですけど、せっかく花巻にまで来たので、一度行ってみたかった場所にですね、行くことにしました。
いや、私はですね、雪国の出身じゃないので、雪がですね、シンプルに、新鮮で、こんなに積もってるとですね、やっぱテンション上がっちゃってですね、歩いてたんですけども、歩いてるのは僕ぐらいでしたね。ほとんど皆さん車で移動していても、それはそうだろうとは思うんですけど、最初はですね、いや、なかなか見れない景色にテンション上がって歩いてたんですが、ちょっとずっと同じ景色でですね、なかなか心折れそうになりながら、90分ぐらい歩きましてですね、やってきました。はい、見えました。花巻東高校です。いや、ここに来たかったんですよ。ちょっと一回ですね、見てみたかったんですよね。で、目的がですね、はい、花巻東といえば、もちろん菊池さんだったりいろんな選手いますけど、大谷さんの出身校ということでですね、一回ちょっと見てみたかったんです。で、モニュメントがあるってことだったんで、行こうと思ったんですけど、ちょっとその前にですね、ちょっとだけ校舎をですね、覗かせてもらいました。いや、新聞記事があるだけでもテンション上がるんですけれども、はい、こちらがですね、校舎の外観になりますね。いやー、ありますね、垂れ幕が。大谷翔平選手、菊池雄星選手。で、東京大学に合格された方の、垂れ幕が、ちょっとひときわ異質ですけれども、いやいや、母校の人たちはどういう思いなんでしょうか。誇らしいですよね、そりゃ。で、はい、ちょっと歩きまして、モニュメントを発見しました。せっかくなので、ちょっとご紹介させていただきます。で、まず左がですね、佐々木麟太郎選手ですね。今、アメリカでバリバリ頑張ってますね。いやー、どこでプレーするのか。で、右側が菊池雄星選手ですね。そして真ん中に大谷翔平選手のモニュメントが立っておりました。いや、3人とも同じ高校って改めてすごいことだなと思いますね。で、こちらが2021年に菊池選手、大谷選手がオールスターに選ばれたことを記念したモニュメントです。いやー、2人の手形があったんですけど、2人ともでかかったですね、やっぱり。で、こちらは2023年に菊池選手、大谷選手がそれぞれ2桁勝利を挙げたことを記念したモニュメント。いや、やっぱサインとか見るとやっぱテンション上がりますよね。いやー、で、この日もですね、高校生練習してました。いや、名選手たちがですね、こうやって練習してたのかなと思ったりすると、いや、熱い気持ちになりましたね。いや、来てよかったっす。で、球場の向かい側にはですね、菊池選手が作った施設もありまして、ちょっとそちらも見てきたりもしました。いや、ちょっとファンとしては嬉しい時間でしたね。本当に感激でした。一人旅で自由に散策してきましたが、岩手旅もこれで最後の目的地です。やってきたのは盛岡駅から少し離れた青山駅です。で、目的地がこちらになります。はい。ゆっこ盛岡さんです。いや、もう体がですね、冷え切っていたので、結構歩きもしましたので、最後にお風呂に入ってサウナに入って癒されたいなと思ってやってきました。それではですね、癒されていきたいと思います。行ってきます。いや、めちゃくちゃ人気の施設ですね。やっぱ綺麗ですし、広いですし、最高でした。で、サウナもですね、広かったですよ。で、暑かったのが、テレビがですね、吉田類の酒場放浪記がやっていてですね、いや、もうこれ飲むしかないなっていう雰囲気になりました。でもサウナ上がりですよ。もう飲むって決めてますから、ちょっとバスの時間がやばかったんで、ちょっと急ぎ足だったんですけど、で、大阪王将が入ってたんですよね。でも、そしたらもう餃子頼むしかないなとか思いながら、まずは一杯、ビールいただきます。いやー、染みたなー、これは。で、餃子ですよ。大阪王将の餃子結構好きなんですよね。で、僕餃子めちゃくちゃ好きで、これサウナ後に食べれるのはありがたいなと思いました。もちろん美味しかったです。めちゃくちゃ美味しかったです。ちょっとでも時間がやばかったんですけどね。あっという間に食べまして、いやー、最後にここ来てよかったなと、なんとか来れてよかったなと本当思いました。じゃあ、あとは帰るだけということでですね、ゆっこ盛岡ありがとうということで、向かいのバス停に来ましたよ。バスの時間がですね、この時、次が18時26分とかだったんですね。それ乗り遅れようとちょっと厳しいという感じだったんですよ。で、歩いて帰るにも、ちょっと微妙な時間で、バス乗れた方がいいかなとは思ってたんですけど、はい。で、バスが時間ぐらいになって来たかなと思って、これかなと思ったんですけど、なんと、おーい。で、通り過ぎちゃったんですよ。でもよく見たら違ったんです。このバス会社じゃなかったんです。でも来なかったんですよ。結局。で、ちょっともうどうするかってなって、もう待っててもちょっとやばいなと思ったんで、もうこれはもう、歩くしかない。いや、もう走りました。いや、走るしかない。走りましたよ。もう、なんでこうなるんだって思いましたけどね。計画的にやるべきだったんですけどね。いやー、久しぶりにガチ走りしましたよ。マジで危なかったんです、これ。撮ってる場合じゃないんですけどね。でもう信号待ちしてる間に、
もう切符代もう集めてですね、すぐ生産機使えるようにとか、ちょっとこれ IC カード使えなかったんですよ。だからだったんですけど、そういうちょっと本当ミッションインポッシブルみたいな展開があって、でもなんとか間に合いました。なんとかですよ。本当に危なかったんですよ。いやー、一人旅何が起こるか分かりませんね。やっぱちょっと計画的にやるべきだなとは思ったんですけど、いやー、本当にやばかったです。で、もうこれバス、これ帰りのバスですね。なんとか電車乗った後ですけども、頼むから通り過ぎないでくれよとは思いました、これは。でももちろん大丈夫です。バス会社さんはちゃんとしてますからね。間違えたのは僕だったんです。いや、バス来てくれた時は本当に嬉しかったですよ。で、バスってこれ音聞こえますか？風エグくて、この時が一番寒かったです。本当にバスが待ち遠しかったです。で、なんとか、いや、バス一番乗りですよ。乗りました。本当に嬉しかったな、この時。ということで、岩手旅はこれで終了です。いろいろと予期しないこともあって大変でしたが、美味しいもの食べて、行きたいとこ行って癒されて、いやー、岩手に行ってよかったです。ぜひ皆さんも盛岡、花巻、旅してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。また、岩手に行きたいと思っているので、もしよければ皆さんのおすすめスポットなど教えていただけると幸いです。コメント欄にてお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。